ナチュラルで透明感のあるパワートレーンだなっていうふうにも思いました。むしろ思うボルボってこんなだよねみたいな、そのコンフォートっていうところにこの出力を持ってきてるような気がするんですね。北欧らしいライフスタイルを車の形にしたらこうなりましたみたいな感じの、これは疲れなさそう。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日は私ボルボスタジオ東京さんにお邪魔しております。今日はここを拠点にですね、このボルボの EX30、EX30 ですね、こちらの一般道市場をお届けしていきたいと思います。後輪駆動でシングルモーターとなっておりますけれども、航続距離も560とすごく長いので、街でねすごく役立つパッケージなんじゃないかなと思いますし、サイズのお話なんかもしていきたいと思いますので、皆さんぜひですね最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。八景島に行きたい。はい、という感じでですね、今すでに使いましたけれども、まず一番最初にその市場の前にねお話をしていきたいのは、ボルボの一番大きなメリットというか、これやっぱ勝てないよなって思うところは、早くからですねこの Google のアシスタント、 Google マップとまた Google のアシスタント全部含めてそうなんですけれども、この Google と組んでインターフェースを作ったっていうね、音声コマンドも含めて Google を使えるっていうのがものすごい大きなメリットかなっていうふうに思います。でこれが何がメリットかというと、今明確に八景島に行きたいっていうふうに言いましたけれども、すごい曖昧検索がめちゃくちゃ可能なんですよね。でこの曖昧検索のその上手さっていうのは、例えば、トヨタのエージェントとかメルセデスの MBUX とか、そういうのではちょっとね太刀打ちできないぐらいの精度を誇ってしまうんですよね。でそういうところはね非常にいいのかなっていうふうにも思います。だから例えば、美味しいケーキ屋さん教えてとかね、普段皆さんが Google に向かって話しかけるようなそのコマンドが使えるっていうところがすごくあります。さあというわけでですね、改めまして EX30 一般道試乗しております。私もですねなかなかちょっとこれ乗れてなくて初めての試乗になるんですけれども、ボルボのね EV は過去結構乗らせていただいていて、C40 とか XC40 とかもねすでに別府を持ってますけれども、この EX30 から、EV の専用プラットフォームで開発されたというのが一つ大きな違いであるのかなっていうふうにも思います。この一番小さいですねEX30 が出た時にすでにですねその市場からのフィードバックもあったっていうところが大きいのかなって思うんですけれども、とってもですね乗り心地が洗練されております。何のストレスもないし、本当にこなれているなっていう感じがするんですよ。でこなれてるっていうとちょっと鼻についたような感じを思うかもしれないんですけれども、ナチュラルで透明感のあるパワートレーンだなっていうふうにも思いました。癖がないっていうかね。でボルボの電動車じゃないモデルね、IC のモデルって意外とですねボルボって癖の強い走り味を持たせるところとかが多かったりしたんですけれども、この電動車になってよりボルボっていうねブランドのそのクリーンさっていうのを際立たせたステアフィール、際立たせたこの乗り味っていうのにね磨きをかけたかなっていう感じがするんですよね。でどういうことかというと、やっぱりそのボルボっての時代によって乗り味が違うというかね、その会社の歴史的な話もあるんですけれども、パワートレーンめちゃくちゃ散在しててパワートレーンによって味が全然違かったみたいな時代が昔結構あったんですけれども、それが急速に集約をされて、非常に乗り味の統一っていうのがなされてきた。でそれがディーゼル、最後のディーゼルぐらいの時代なんですけれども、そこから急激にパワートレインが電動になるっていうね動きをしてきました。でこれによってブランドとしてのアイデンティティっていうのをですね走りでも統一しやすくなったんじゃないかと思うんですよね。で今まではやっぱりねそのパワートレインに引っ張られて味を作りにくかったっていうところがあったんじゃないかなっていうふうに思わせるくらいに、そのパワートレインを集約してまたプラットフォームをですね小型と大型と分けて、
っていうねブランドとしての整理っていうのが行われてきたボルボの歴史の中でですね、ここ数年やっぱりすごくそのボルボって車の商品力が飛躍的に上がったかなっていうふうにも思うんですよ。でそれがさらに電動化をまとうことによってですね、さらにその統一しやすくなったというか、でやっぱりこう一つにこうズバッとこうね思いが固まったみたいな感じもしていて、非常にその商品力の高い走りがちゃんと実現されているかなと思います。でこの EX30 なんですけれども、そういうですね前説がありつつ、実際乗ってみてどう思うかっていうところなんですけれども、ご覧の通りですね、ハンドルがこんな風にですね変形のものが使われていたりとか、あとですねボルボの電動化モデルみんなそうなんですけれども、例えばスタートストップのボタンがないいきなりこれメルセデス・ベンツと同じ方式ですけれども、あとテスラとかと同じ方式ですけれども、このステアリングの右側にシフトのスイッチがあって、シフトのこのレバーがあって、でこれを押し下げるとドライブっていうことになります。なので非常にミニマルですし、すごくシンプルだったりとかもしていて、そもそもですねキーを持っていれば車に近づいただけで解錠したりとかいう設定もできるので、タッチして解錠したりとかする必要がもう全くないんですよね。というような新しいチャレンジっていうのをたくさんしている車なんですよね。なんですけれども、走り味はですねもうあくまでも超コンフォートで超コンサバと思っていただいていいかなと思います。称賛すべきところは割とサスペンションがめちゃくちゃ滑らかなところと、あとその走行のフィールが非常にジェントルなところっていうところに尽きるかなっていうふうに思うんですけれども、まずこの車 EX30 の私の乗らせていただいている試乗車なんですけれども、19インチを装着しています。で通常 EX30 は上のクラスというか、設定によってはオプションによってはですね20とかも選べていけるんですけれども、この19インチやっぱりね乗り心地的にも非常にコンフォートでいいんじゃないかなと思います。で狙い通りですね見た感じもやっぱり19インチすごく柔らかくて優しくて良かったです。でボルボがその時代によって結構攻めてる感じが出ている時代があったよって話を最初にしたんですけれども、これ足もそうで、ボルボってなんかね優しい印象とは対照的にこれまでですよ、これまで割と攻めたタイヤを持ってくることが多かったんですよね。なんかその車にそぐわない台形タイヤを入れてきたりとか、扁平タイヤを入れてきたりとかしていて、車の雰囲気はものすごいクリーンで内装とかもねすごくドレッシーでゴージャスだったりとかするんですけれども、いざ走り出すと足が結構硬いみたいな、なんか足が結構そのタイヤのインチに引っ張られてすごい硬いみたいなことがすごく多かったブランドでもあるんですけれども、そういうところがこの19インチ EX30 に関しては全然ないです。むしろ思うボルボってこんなだよねみたいなイメージの話ですよ。初乗りしてボルボってこうあってほしいなっていう足のイメージってこんなだよねみたいな感じの足を叶えていると思っていいと思います。なんかねふんわり優しい、ふんわり柔らかいんですよね。でこのふんわりした柔らかさが結構ね路面のそのいなしっていうところにもすごく効果的で、今ちょっとなかなかね再現できないんですけれども、さっきすごい感動したのが路面のプリントあるじゃないですか。しましまに塗ってあるところ、あそこを越えていく時にものすごくソフトにですねそのプリントの部分をパパパパパってリズミカルに越えていって、その越えさせ方が気持ちよかったんですよ。すごい硬すぎるわけでもなく全然こう愚鈍な感じでもなく、ちゃんと明確に伝わっているのにしっかりと柔らかいソフトっていうところが実現されていて、これなかなかね電気自動車ではかなわないような、フィールだったりとかするので、上手だなって率直に思いましたし、こうプリントだけではなくてこう路面のいなし方とかもですねちゃんとこなれているというか、柔らかくいなしていく感じがこう車の雰囲気とも合っていて好ましい部分だなっていうふうにも思っています。でこの好ましい部分っていうのがまたすごく大事な、こういうねライフスタイルをこう示唆するようなモデルに対してはすごく大事なことだと思うんですけれども、電気自動車ってやっぱりこのサスペンション領域っていうのがすごく今難しくて、なぜならばやっぱり重量があるからなんですよね。
バッテリーを床下に敷き詰めていて、最近はねどんどん高航続距離モデルでも車重軽くなったりとかしていますけれども、例えばねミニとかもとっても軽くできていたりとかもするんですけれども、この重量がやっぱりある分ですね、そのずしっとした感じがサスペンションに伝わりやすい。だからその硬く締めることはとても上手なんだけれども、こう柔らかさを出すっていうのはこのやっぱり重量に振られちゃう分ね、柔らかくすると今度はこうドライバーの頭がこう揺さられちゃったりとか、ずっとこう揺れが収まらなかったりとかして結構ね不快な、挙動につながることが多いので、あんまり柔らかくすることを好まないメーカーが多い中で、ボルボはやっぱりすごく上手にこの柔らかさっていうのをつけているなと思ってます。気持ち悪さっていうのもなく、これはね EX30 っていうボディサイズがやっぱすごく効果的に効いているのかもしれないんですけれども、ゆったりとしたソフトな伸び縮みっていうのがちゃんと足の中で感じられるなっていうところが本当に好ましい部分だなと思ってます。あとね、今走ってて見ていただけると思うんですけれども、本当に車内がすごくクリーンなデザインになっていて、すごくミニマルなんですよね。何もない、このメーターパネルもない、走行に関する部分も全てこのインターフェースの中に集約されたっていうような手法をとっていることによって、そうハーネス類がすごく少なく済んでいますっていう話なんですよね。でこれはハーネスを少なくするとどういうことが起こるかというと、この中開けたことある人分かると思うんですけど、ハーネスって結構重いんですよ、いっぱいあると。だからこのハーネスを減らしただけでまず軽量化ができるっていうところと、やっぱり部品点数が少なくできるっていうところと、いいところがいくつかあるわけですよね。でそれをすごく効果的に戦略的に使っているっていうところが見た目のメリットとしてすごくいいところだと思うんですけれども、このミニマルさっていうのがこの辺とかにも効いてて、でもアンビエントライトとかはちゃんとあるんですよ。これはなしにしてない。だから今トンネル走ってますけど、めちゃくちゃ車内綺麗じゃないですかね。なんか間接照明みたいなのがちゃんと入っていて、非常にルーミーで見ていて、そのハンドルを握っていてね、ただただ気分がいい。本当に高感度な車乗ってるなということをドライバーにこう毎秒思わせてくれるっていうようなメリットはすごくあると思うんですよね。それに対して非常にこう運転フィールが優しい穏やかなので、ここも全部の方向性、車としての方向性が合っている、キャラが揃っている、キャラが統一されているっていうかな、そんな感じもするので、こうまとまり感っていうのが非常に強く感じられる部分でもあると思います。はい、そしてやはりですね、電気自動車といえばのスペックの話、気になるねスペックの話をしていきたいなと思うんですけれども、この EX30、ね、1充電あたりの走行距離なんと560キロ、結構しっかりしてますよね。その走行距離が560キロって結構相当走れる方だと思うんですよね。ガソリンエンジンの車でもワンタンク560キロ走れない車ありますから、それを思うと、この小型車っていうね、このぐらいのボディサイズの車としてもですね、全然いいんじゃないのっていう風に思えるような航続距離になってるかなと思います。でバッテリーはですね 69kWh ということで、ここもですね小型のクロスオーバーとしては、現実的なバッテリー容量かなっていうふうに思うんですよね。この後ねデュアルモーターも導入されるっていう話はあるんですけど、まだ現実的にはね具体的にはいつっていうのは決まってないらしいんですが、まずはシングルモーターだけの導入になりました。ボルボに関してはですね後輪駆動になってます。出力が 272PS なので、割とね後輪駆動のモデルの割にですねしっかりとした出力が出ていると思っていいと思います。なんですけれども、ボルボね非常に安全に対しては高い意識を持っているブランドのうちの一つです。でやっぱりねボルボのそのクラッシュに関する考え方っていうのは、世界でちょっと頭一つ抜けているぐらいですねクラッシュセンターというかね事故処理センターみたいなのを国の中で持っていて、またですね警察と連携してですねそのボルボのその事故の原因っていうのをですね社内のチームが解析したりとかしているっていうね部署を持っていたりとかしますので、やはりボルボってね安全に対してすごく意識の高いメーカーであると思うんですけれども、その安全への考え方からですね最高速度を制限したりとか、その安全に対するですね独自の走りのですね取り組みっていうのもしてるんですよね。でなので、そういうブランドの、思いってい
いうことをですね非常に走りにも強く反映させていて、実はですねその 272PS っていう出力をトルクで感じることはあんまりないです。でじゃあ物足りないかっていうとそんなことはなくて、割とねちょうどいい感じの走り感っていうのを叶えているので、走っていてですね電気自動車、一昔前まではね直線番長みたいなねとにかく加速がいいんですみたいな感じのイメージがある方多かったかもしれないんですけれども、今もうそういう時代じゃなくなっていて、高航続距離っていうところももちろん考えなきゃいけないというところもありますし、意外とですねその直線番長みたいな車が各社なくなっていく中で、特に EX30 はそのコンフォートっていうところにこの出力を持ってきているような気がするんですね。で今、このワンペダルドライブモードで私走行しているんですけれども、実はですねこのステアリングのスイッチの中にワンペダルモードを呼び出せるスイッチをここにショートカットを入れられるっていうねところがありますので、そこを走っている最中にですね押すとワンペダルドライブをオフにすることもできます。で今オフにしてみました。オフにするとなおのことナチュラルです。でワンペダルドライブですので、ワンペダルドライブに設定しているとアクセルやっぱり踏んだら踏んだだけねグイーッと前に進んでいく感じはありますが、そのグイーッと加速感がもうなんだったらね国産の EV よりもより柔らかいんじゃないかなと思うぐらい本当にね優しく加速します。ただそこがすごく面白い部分なんですけれども、後輪駆動ですのでさほどのですね空転感というかスカスカ感がないんですよ。シャニムニ感はないんだけれどもしっかりと加速する感はあるっていうようなね絶妙な落としどころになっているところも面白いなって思いました。これもですね輸入車らしい、たっぷりとした、そして高級感のある加速っていうところはきっちりとちゃんと実現されているので、ここはご安心いただきたいなって思うんですけれども、それがありつつも軽やかっていうところもありますよね。で今そのワンペダルドライブをオフにしたんですが、私かねてよりいろんなチャンネルで言ってる通りあんまりワンペダルドライブが好きじゃないんですよ。でなぜならばやっぱアクセルを踏まないと止まらないっていうその大原則があって、ワンペダルドライブのだから例えば駐車場からトロトロ出て行って都内とかではよくあると思うんですけど、歩行者がめちゃめちゃ歩いててね駐車場から一般道になかなか出れないみたいな時に少しずつですねその視界を確保するために前に出したい時にですよ、通常の車みたいにクリープ現象があってコロコロって進めていかないとブレーキだけで合わせていけないのに、ワンペダルドライブにしているとアクセルを踏んで止めるみたいなことをしなきゃいけないので、もう多分車外から見ても明らかに滑稽なぐらいノッキングするっていうね感じのことが起こっちゃうっていうのと、やっぱそのブレーキがパーンと効いてしまうので、アクセルをオフした瞬間にちょっとやっぱりね同乗者にとっても自分にとっても気持ち悪くなっちゃうっていうこともあるので、私は基本的にあんまりワンペダルドライブをしないんですけれども、それをステアリングのスイッチでオフにすると、さらにこの EX30 のナチュラルな感じがさらにナチュラルになるかなっていう感じもしていて、でだから機敏な EV 走行を楽しみたい人はワンペダルドライブを設定するといいかなと思います。なんか普通にゆったりと自分の感覚でドライブしたいなっていう人はこの、普通のですねコースティングモードというかワンペダルドライブをオフにして走るといいんじゃないかなって思うんですよね。でこれね北欧行くと実際に向こうに行ってみると、あと向こうで運転すると分かるんですけど、意外と運転荒いんですよね。なんか北欧の皆さん速度も速いですし、割とグイグイ走るし、割とどんどんオーバーテイクしていくし、なんだろうな、例えばカントリーロード郊外路とかで行き違いするところあるじゃないですか。ほとんどもうセンターラインがないような、ほぼ一方通行に近いぐらいの細い道で行き違うところとかもあんまり譲ってくれないんですよね。このね譲ってくれなさはちょっとアメリカとかの方が、全然譲ってくれる感じはすごくします。で結構割とグイグイ系なんですよね。でこういうところにだからちょっと自分の気持ちが走りに向いている時にはちゃんとトルクを出してくれるっていうところの演説はちゃんとあります。でこれは国民性を表している部分でもあって、愚鈍な車は作ってないよっていうところは、安心していただきたいかなって思うんですよね。はい、そしてやっぱりね電気自動車非常にですね ADAS とも相性がいいです。でこの EX30 もですねパイロットアシストがついているので少し設定していきたいんですけれども、これもですねもうめちゃくちゃシンプルです。このシフトレバーをもう一回引き下ろすだけ、これでもうオンになります。レーンキープアシストもついてますし、また車間距離もね設定させることができますので、速度の調整はですねこちらの方でもできますし、
パイロットアシストがねオンになるというような形になっています。とにかくオンが楽設定が楽っていうのはこの機能を使う上でねすごく大事なことだと思うので、ちょっとね頻繁に使いたくなるなって思わせるようなこう使い勝手の良さっていうのがねちゃんとありますよね。でやはりねその辺ボルボですので、非常に信頼性も高いです。ただちょっと速度の回復に関しては個人的にはちょっとね、それこそちょっとさっき言った国民性出てるかなみたいな感じで割とぐーっとね加速していくところもあるんですけれども、これが好きっていう人もいるので、この辺は、車を買ったら慣れていく部分かなっていうふうにも思いますね。でね、さっきからこう優しい優しいみたいなことを言ってるんですけど、実はですね結構攻めたところも持っていて、0-100キロ加速がなんと 5.3 秒っていうね結構しっかりしたそのスペックも持ってるんですよね。でもなぜかめちゃくちゃアクセルペダルを踏み倒して走る、もう踏みつけて走ったるでみたいな感じではなく、本当にねこう優しい気持ちでこうドライブができるような、これねやっぱりでもサスペンションからのこうフィードバックがそういうふうに思わせると思うんですけれども、なんか優しいんですよね。すごく優しい感じの味付けになってるので、乗っていてこうシャニムにもう本当にねシャカリキみたいな感じではなくて、ゆったりとドライブ楽しみましょうよみたいな感じの気持ちにさせてくれるっていうところがですね、やっぱこの車のキャラクターとして一番大事なところかなっていうふうにも思いまして、0-100-5.6 秒でね非常に速い車ではありますけれども、北欧らしいライフスタイルを車の形にしたらこうなりましたみたいな感じの運転感っていうところにつながってる結果、なんか自分の気持ちがせかせかしないというかね、なんか落ち着いた気持ちで運転できる車になってますよっていうようなイメージでしょうか。雑味がないというかね、その毒がないというか、その毒のある車が好きな人からするともうちょっと物足りなさすら感じるかもしれないんですけれども、本当にね素直な毒のない車だと思います。でこの毒のなさっていうのはより完璧に近いとも言えて、非常にですね快適性が高いですよね。そのボディサイズ含めて、でこの、ヒップポイントもボルボの車ってちょっと他よりも SUV とかもちょっと大きかったりしたりするんですけれども、このヒップポイントも程よくて、その今までのボルボが持ってた過剰な行き過ぎた感じっていうのがちょっと鳴りを潜めていて、あらゆる意味で本当に素直ないい車になってるなっていうところがあります。多分あんまり人を選ばない車なのかなっていう感じもします。もちろんねこの辺普通の車と違いますので、勉強しなければいけないことはね乗るために少し調べておかなければいけないことっていうのはありますけれども、それをこう一旦超えてしまってオーナーさんになるとありきたりではないのにもかかわらず、非常にピュアなこう純粋なね車のドライブフィールっていうのが、ちゃんと実現されているかなと思って、誰にでも馴染みやすいね車なのかなっていうふうにも思いました。だからこれ評価難しいでしょうね。ここまで癖がないとズキュンって刺さる人が、デザインとかにはいるのか、それでいいのか。ドライブフィールで例えばテスラとかだと、うわこの急峻な感じ好きみたいなところがやっぱりね刺さるポイントだったりするんですけれども、めちゃめちゃ車好きな人っていうよりは、ライフスタイルが好きな人であるとか、車でお出かけするのが好きな人、車が好きっていうよりは車でお出かけするのが好きな人とかにもしかしたら刺さる車なのかなっていうふうにも思いますね。でも私はもう一周回って雑味がない車とかに乗ると、いい車だなっていう風にねちょっといろんな車に乗りすぎて思っちゃったりもするので、その辺もですね合わせて、2台目の車とかね家で乗る、もう1台ちょっとこうスポーツカーがあるんだけれども、もう1個はもうプレーな車に乗りたいんだよっていう人はすごくいいんじゃないかなっていう風にも思いますよね。やっぱりこれは疲れなさそう。こんだけ癖がないと本当に疲れなさそうです。自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラス。シラさん50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちら EX30 の試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。このですねボルボスタジオ東京さん、カフェも併設されていますし、すごく静かで落ち着きのある空間なので、皆さんぜひですねこの EX30 だけではなくて他のね電動モデルも見にこのボルボスタジオ東京さんに遊びに来ていただけたらなと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井優樹でした。バイバイ。